いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は沼津市に来ております。沼津市といえば干物が有名ですが、外食で干物をメインにいただくことって今まであまりなかったのですが、今回のお店は常識を覆す感動レベルの美味しさだったため、しっかりと情報共有したいと思います。そのお店の場所ですが、414号線を静浦方面に下った場合はファミリーマートを過ぎた先の信号を左折し、2つ目の信号の先の右側にあり、大平方面から沼津アルプスを通って向かう場合はトンネルを出て2つ目の信号の左側に今回の目的のお店があり、今回のような大雨でも信号の角に上りが出ているのですぐに見つかるこちらのお店は、沼津市下鹿貫にあります五代目小松干物屋さんです。営業時間は11時から21時で、ランチは11時から、ディナーは17時からで、定休日は水曜日と木曜日となっております。駐車場はお店の北と西側に10台分あり、駐車場は砂利のためバイクで行く場合はスタンドホルダーがあると安心だと思います。それでは早速行ってみましょう。お邪魔します。お店はコンテナなのであまり広くはありませんが、明るくおしゃれ。客席はカウンターのみ8席となっており、天気が良ければテラスに20席あり、テラス席はペット同伴も可能とのこと。それではメニューを見てみましょう。ランチタイムには2種類のコース仕立てのメニューがあり、この全7種の銀貨、お刺身や焼き野菜のない5種類の茜があります。他には干物塩干しの単品にデザートにドリンク、お酒のメニューもビール、焼酎、日本酒、ウイスキー、梅酒にサワーと充実。またディナーのメニューもあったので軽く紹介。ディナーのコース仕立ても2種類あり、ランチに比べてお値段が高くなるのもあって内容もすごく豪華です。というわけで今回はコース仕立ての銀全7種税込み2500円を注文してみました。まずはキリンラガーの小瓶550円です。お疲れ様です。そしてコースの最初に出てきたのは前菜の季節3種盛り合わせです。こだわった食材で丁寧に作られた小鉢3種はナスの煮浸し、もずく煮お豆腐とどれも美味しかったです。続いてはお作りから季節のお刺身2種盛りです。鮮度抜群なのがパッと見ただけでわかります。またお醤油もこだわっており、御殿場の甘醤油を使用とのこと。そして今回のお刺身はカツオとブリとマダイとのことで、まさかの3種盛り。何かすごく得した気分になれますね。ブリは脂が乗ってるのに食感がよくとても美味しく、マダイはさっぱりとした中に甘みを感じる美味しさ。カツオは臭みもなくねっとりとした食感で美味しく、御殿場のほんのりと甘い醤油との相性もよくとても美味しかったです。続いては静岡県産野菜のグリルです。野菜のグリルは食材の本来の味を生かすため、塩だけとシンプルな味付けなのに食材が良いのか、どれも味が濃いというか、それぞれの美味しさをしっかりと感じることができます。今回使用されたお野菜は椎茸にさつまいも、たまに当たりがあるというししとうにズッキーニにスナップエンドウとどれも美味しかったです。続いてはワンモノから焼津産かつお節と羅臼昆布の茶碗蒸しです。この茶碗蒸しはお出汁の美味しさを感じてほしいとのことで、茶碗蒸しには鰹節以外何も入ってないのが特徴で、蓋を開けた時の鰹節とお出汁の良い香りに力強いお出汁の味がとても美味しく、これぞプロの味といったある意味贅沢な一品でした。焼き物のお好みの干物は醤油干しのサバプラス200円を注文。先ほどのお刺身の時にあった御殿場の天野醤油さんの甘露醤油を使用したというこちらで一番人気のサバの醤油干しは、サイズとしても大きめで出てきた時の香りも良く、味はほんのりとした甘さが特徴で、サバはしっかりと脂が乗って想像以上の美味しさです。というわけで本日のおすすめの日本酒750円を注文。この鳳凰美伝はみずみずしくフルーティーですっきりと飲みやすく、脂の多いサバとの相性も抜群でした。また大根おろしに少し甘露醤油をかけていただくサバもすっきりとして美味しかったです。そして順番は若干前後してますが、ご飯物の白米、汁物、香の物も登場。今回は嬉しいことにタケノコをいただいたとのことで、白米がタケノコご飯に変更になってました。先ほどのお刺身といい、このタケノコご飯といい、ちょいちょい嬉しいことを入れてくるところが商売上手ですよね。タケノコご飯は単体で食べても美味しいし、優しい味付けということもあり、お魚との相性も抜群。漬物も美味しく、お吸い物もお出汁が効いてとても美味しかったです。そして焼き物の極厚サーモンを選んだ場合はこんな感じ。塩味は優しい感じで、そのまま食べても食べやすく、脂も乗ってとても美味しかったです。焼き物とご飯を食べ終わると香りの良いおしぼりをいただけます。そして最後はデザートのバニラ香る濃厚カスタードプリンの登場。こちらはチーズと生クリームを使ったクラシックカスタードのプリンとのこと。濃厚なのにどこか懐かしい固めの口当たりのプリンはとても美味しく、横のゼリーや果物も美味しく大満足の一品でした。
ちなみにこのデザートはプラス600円で単体プリンに変更が可能なので、がっつり味わいたい方はぜひどうぞ。ちなみに支払い方法は現金の他にクレジットカード、電子マネー、QR コード決済が可能となっております。また入り口横にはお土産コーナーもあり、甘露醤油やお出汁やお茶、いろんな干物などが売ってますので、気になるものを買って帰るのもありですね。急に話は変わりますが、先日キラメッセ沼津でとあるコンサートがあったのをご存知ですか？そのコンサートがかなり感動的だったので、ちょっとだけ紹介します。このチルクラシックコンサートはリラックスして気軽に楽しむことができる新しいコンサートとのことで、寝そべって聴いたり売店で売ってるものを飲んだり食べたりしながら聴くことができるオーケストラで、誰もが知る J-POP ヒット曲を中心に演奏。しかも沼津初開催ということで、席の抽選倍率もかなり高かったのではないかと思います。というわけで演奏前に売店へ直行し、ビールとスナックを購入。ちょっとぐらい高くても問題なしです。大迫力のオーケストラに知ってる曲が多いのもあって、鳥肌レベルの感動ものです。5分程度休憩を挟んで最初の1曲だけ撮影して良いとのことなので、オーケストラがどんな感じだったのか共有したいと思います。そして再開する前に売店に行きビールを追加で購入しようと思ったら、連携が取れてないのがびっくりする手際の悪さ。慌てて会場に戻ったらすでに再開してて、この日一番のショック。すぐに撮影を開始します。正直最初からがっつり撮影できなかったのは残念でしたが、どんな感じだったかは伝わりましたかね。実際あの場で聴いていると画面越しの何倍もの感動があるので、もし機会があれば生演奏を聞かれてみてはいかがでしょうか。あと記念にコースターも購入してみました。今回は沼津市下鹿貫にあります5代目小松干物屋さんにお邪魔させていただきました。メインの干物ももちろん美味しいのですが、前菜から最後のデザートまで全てにおいてレベルの高さに驚きです。もしあなたもこちらに来てみたいと思ったのであれば、この日は平日で雨にもかかわらず満席だったので、事前に予約してから行くことをお勧めいたします。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。
この動画が少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけたのであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押してもらえたり、コメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。